今回はさらにセナとロビンソンさんが MP46 をどのようにセッティングしていったのか、どのような苦労をしていたのかというのを見ていきたいと思います。まず最初はフロントサスペンションに関してなんですが、この車はシーズン中にフロントサスペンションの仕様が3つありました。MP46 はフロントサスを3バージョン投入。1、左右独立で、アンチロールバーへつながる。2、左右をバーでつないでアンチロールバーへつながる。3、左右差す連結でアンチロールバーなしのタイプ。仕様が次々と変わり、セッティング再現性の低いマシンになりやすい。このフロントサスが何度も変わったことについて、シンプルに推測してアンダーステアな車を曲げるための試行錯誤ということなんだと思いますけど、これ写真の通り1、2、3の3つのタイプがあります。1が一番最初に投入されたタイプですね。これは普通に左右それぞれスプリングダンパーがあって、そのダンパーの根元、ベルクランクのところからアンチロールバーの棒が伸びてるって言えばいいんですかね。なのでこれは基本的に左右のサスペンションが独立しているものですね。で、2番、次が写真がちょっとわかりづらいんですけども、これベルクランクを介して左右が繋がっちゃってますよね。なので左右のサスペンションがバラバラに動くことをかなり制限してるように見えます。で、3番、この大きい写真のやつですけど、これはもう左右のサスペンションの根元が2つのベルクランクと言えばいいんですかね。2つのパーツで繋がっちゃってますよね。もうこれほとんどモノショックに近いと思うんですけど、ダンパーが2本ついてるモノショック。だけどモノショックよりは左右がもうちょっと動くというものだと思います。まあこうやって曲がらない車をどうにか曲げようと思ってサスペンションの形式を変えていったわけですが、これで問題が起こるのが基本のサスセッティングっていうものが通用しなくなっちゃうってことですよね。前回までの走行データをもとに、じゃあとりあえず基本のセッティングで走ってみようっていうことができなくなるわけです。前回と今回でサスペンションが全然違うわけですから。車が少しでも曲がってくれるようにっていう改善ではありますが、そういう弊害も生んだわけです。それに対してどう対処したかということなんですけども、ロビンソンさんの判断、データよりセナの感覚を優先。新仕様が早いかどうかはセナの言葉で決める。データは後から合わせる。セナが安心して攻められる仕様を最優先。サスペンションが新しく変わった時は、まずはセナの言葉を優先するんですね。この91年、ロビンソンさんとセナは、テレメトリーデータを非常に重要視してマシンのセッティングをしていったわけですが、こういう場合、ロビンソンさんは、柔軟な判断をして、セナの言葉を優先させるんですね。なので、テレメトリーを重視すると言っても、何が何でもデータを優先じゃない。非常に柔軟な考え方をしてたんですね。で、次に、セナのフィードバックに関してなんですけども、セナの言葉は構造化された感覚。普通のドライバーが、例えば、フロントが軽い、リアが滑るといった表現をしますけど、セナの場合は、ターンインの最初の 5% だけが軽い。リアが滑るのではなく、荷重が抜ける瞬間があるというような表現をしてきます。セナは時間軸、荷重、回転数、姿勢変化を分解して言語化。ロビンソンはそのまま技術パラメーターにマッピング。セナのフィードバックは単なるフィーリングで伝えてくるんじゃないんですね。すべて具体的な数値であったり、具体的な変化の内容を伝えてくるんですね。で、なのでこういったフィードバックはロビンソンさんはそのままセッティング変更に反映させると。アイルトンが優れていたのはデータを見て我々が指摘する前に彼自身がすでに走っている最中にその原因を突き止めていたことだ。データはアイルトンが頭の中で感じた物理現象が正しかったと我々裏方に証明するための答え合わせの道具に過ぎなかった。おそらくここがセナの一番すごいことなんでしょうけども、車に起きる現象は全て把握していて、ちゃんとそれを説明してくると。テレメトリーと照らし合わせると一致すると。なので、テレメトリーデータは使用するんだけども、主体はセナのフィードバック。それとデータを合わせる。それの裏付けとしてデータを使用するというやり方だったんですね。セナの恐るべしセンシング能力と、それを暗記できる頭脳のキャパシティと言えばいいんですかね。そこがすごいのはすごいんですけども、ただ前回紹介した通り、この時のテレメトリーデータはほとんどが単なる数字の羅列とか棒グラフなので、セナが言ってきたことを全部照らし合わせるっていうのも大変な作業なわけです。だけどロビンソンさんはその膨大なデータを全て理解して
照らし合わせてちゃんと確認ができる、答え合わせができたということだと思います。とはいえなんですけども、セナも曖昧な言葉でフィードバックをしてきたことがあるようです。そういった場合どうしたかということなんですが、セナの抽象的な言葉も理解。例えば、車が祈っているように感じる。これは車が不安定、予測不能ということだそうです。ここは信じられる、車が一貫して反応する領域という意味だそうです。心理×技術の複合情報、挙動の安定性の表現として解釈したそうです。セナが抽象的な言葉で何か伝えてきた場合は、これはあくまでも一例なんでしょうけども、こういう普通に考えたら何言ってんだかわかんないようなことも、きちんとロビンソンさんは理解したんですね。なので本当にロビンソンさんっていうのはデジタルデータの分析の天才なんだけども、きちんと人間セナが何を訴えてんのか、何を要求してんのかっていうのを、ちゃんとそれを技術的に理解して反映させるってこともできたわけですね。本当に何から何まで気が利くレースエンジニアだと思います。次に、ロビンソンさんとセナの関係性ですが、ロビンソンさんはセナと距離を置いてました。それはなぜかというと、レーサーというのはいつ死んでしまうかわかんないので、仲良くなりすぎない方がいいというアドバイスをウィリアムズ時代に受けたからだそうです。きちんと技術的な理由もあったようです。セナと距離を置いた理由、ドライバーの要求を客観的に評価できなくなる。セットアップ判断が感情に引っ張られる。厳しい判断、リスク回避、戦略変更が言いにくくなる。レースエンジニアの仕事をきちんとやるにはこういう問題があるというふうに考えたようです。特にセナは圧倒的なカリスマ、強烈な情熱、感情の振れ幅が大きい、人を巻き込むタイプ。ロビンソンは冷静な判断者でいるために距離を置くというプロフェッショナルな姿勢をとった。この時のセナはスーパースターですから、カリスマ性はもちろんありますよね。情熱的だし、感情の振れ幅というか、喜怒哀楽がはっきりしてますよね。それによって多くの人を魅了してたとも言えるし、ここで書いてる通り人を巻き込むタイプだったとも言えるので、ロビンソンさんはプロフェッショナルとして巻き込まれないように距離を置いていたようです。ロビンソンさんの姿勢がきちんと形としてこの当時の画像を見てもわかります。っていうのは、さっきまで何枚かロビンソンさんが写ってる画像を出してきましたけど、ロビンソンさんの写真って本当に少ないんですよ。見切れてるような写真ばかりだったり、真正面向いてるようなのはほとんどなくて、例えばこれ、なんかのレースで勝った時ですかね、ロン・デニスと抱き合ってますよね。チーム代表だから抱き合って喜ぶのは、当然なんですけど、ロビンソンさんは、どの写真を見ても絶対こういう場面にはいないです。自分はここでセナと一緒にはしゃぐような立場じゃないということを貫いてたんだと思いますね。その結果として、この当時のメディア、もしくはカメラマンたちも、ロビンソンさんの存在というのを全然意識してないから写真がないんだと思います。これはセナと距離を置いて、レースエンジニアとしてプロフェッショナルを貫き通すという彼のスタイルが、ちゃんとこの時結果となって出ていったという証拠だと思いますね。で、最後にまとめと言いますか。ロビンソンさんの、セッティングに対する哲学っていうのはこういうことみたいですね。セナが考えるべきことを減らす。操作量、情報量を減らす。車の挙動を予測可能にする。セナの嫌う領域を消し、得意領域を最大化する。車を速くするのではなく、セナを速くするために車を最適化した。ここまでのロビンソンさんのセッティングの進め方を見てると、本当にこの通りになってますよね。とにかくセナの負担を減らすと。で、このセッティングが一番早いんだっていうやり方じゃなくて、セナのドライビングにとにかく合わせ込んだセッティングをするということをやってましたよね。これは91年のレギュレーションにも非常に合致してるんですよね。なんでかっていうと、この91年はポイントが全てのレースの合算でチャンピオンが決まるようになりました。この前年までは有効ポイント制だったので取りこぼしてもよかったんですね。だけど前線ポイント制になったということは1レースでも1ポイントでも多くポイントを取りたい。レースで勝てれば一番いいんだけど勝てないにしてもとにかくポイントを稼いでいって最後に勝ちたい。最後に勝てるようにするっていうのが一番チャンピオンに近いわけなので、おそらくそれもあってロビンソンさんはこういうセッティング哲学にこの時は徹したんだと思います。とにかくセナのミスを減らしてポイントを取らせる、必ずゴールまで走らせるということを強く意識してたんだと思います。ロビンソンさんはセナのことをこう言ってます。彼はマシンの運転に脳の 1% しか使わず、
残りの 99% でエンジニアの私やホンダのメンバーを動かし、チーム全体の開発の深さを引き出していた。マシンの純粋なスピードで負けていても、限られたデータとセットアップをパズルのように組み合わせて、週末のレースで 100% の結果を出す。それこそが彼が勝ち続けた本質的な理由だ。まあこれも本当にその通りなのでしょう。でもただセナがドライビングには 1% しか脳みそを使ってないっていうのがすごいですね。我々がテレビで見てたセナの走りっていうのは彼の脳みその仕事の 1% を見てただけなんですね。で、まあ後半言ってるのは要するに限られたリソースを最大限に使ってとにかく結果を出すと。それを続けたことによってチャンピオンになれたって言ってるんだと思いますけども、セナがそういう姿勢で1年間戦ったのは間違いないんでしょうけど、ただ、それを受け止めるロビンソンさんがいてこそ成り立った話だと思いますね。車からのフィードバックでマシンのセッティングを変えたり、もしくは開発を促したり、ほとんどのことがロビンソンさんを介してるわけですよね。セナがロビンソンさん以外の人に働きかけることももちろんありますけど、大多数のことがロビンソンさんがあってこそ動くわけです。っていうことは、ロビンソンさんのようにきちんとセナの言うことを理解して、特にこの91年のように膨大なセッティングデータの読み込みと、それを見た上でマシンのセッティングをミリ単位で変えていくという、そういう繰り返しは、セナの要求を受け止められるロビンソンさんがいて成り立った話だと思います。なので、私はこの91年は、セナの能力と同じぐらい、ロビンソンさんの能力がドライバーズチャンピオン、さらにコンストラクターズチャンピオンに貢献していると思います。ただ、先ほども言いました通り、ロビンソンさんが写真で撮られることもないし、注目を浴びることもないし、本当に裏方に徹していた。それは彼の信念だからそれでいいのかもしれませんけども、実は前回と今回紹介した内容も彼本人が答えたインタビューの内容を元にしてるんですけども、長年こういう資料はほとんどありませんでした。数年前にインタビューをされて、ようやくこの91年のことを語ったようです。なんですけども、なぜかもうそのインタビューの記事とか動画は消されてなくなってしまいました。どういう理由なのかわかんないんですけども、今回の動画を作るにあたって、このロビンソンさんの仕事ぶりを調べて、私も改めて、レースエンジニアっていうのはここまでやらなくちゃいけないのかって。単に車に詳しいとか、今までレーシングカーを触ってきたとか、そんなレベルじゃないんだな。改めて勉強になりました。さらに言うと、91年のセナは非常に安定したレースを重ねてポイントを取ってチャンピオンになりました。前年はプロストが相手で、91年は戦う相手がマンスレなので、ライバルが違うとは言っても、安定感が全く違ったので、なんでだろうと長年思ってました。その理由は間違いなくロビンソンさんと組んでいたからだと思います。で、その証拠に、ロビンソンさんはこの91年しか担当してませんので、92年以降は、セナはまた不安定になったように思います。91年からは、アスカネリさんでしたっけが担当するので、彼も非常に優秀なエンジニアなんですけども、私が思うにはロビンソンさんほどではないのかなと思います。ただ、それについては細かく調べてないので、今ざっくりした推測で言ってるだけです。はい、長くなりましたが、今回はここまでです。いつも高評価ありがとうございます。コメントも本当にありがとうございます。前回の動画、再生回数が大して伸びなかったので、今回作んなくてもいいかなと思ってたんですけども、非常に内容の濃いコメントくれる方何人もいらっしゃいましたし、続きが見たいと言ってくれた方もいらっしゃいましたので、人数は少なくてもそういった強い声をいただいたので作りました。まあほとんどの人にとっては内容がマニアックすぎたのかなと思いますが、こういった動画もたまには作って技術的な深掘りをしていきたいと思います。はい、また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。